今日前菜から行きますとね、こっちにある手羽先のあれはスープ取ったね皮の方なんですけど、僕は皮がどういうわけか好きなんで、それをちょうど切って黒酢味噌だねをちょっとかけたものになる。それから今時期ですから菊の花と春菊ねと松茸のポン酢浸しで、あと新銀杏とムカゴが時期のものだからじゃがいもの千切りを揚げたものなんです。その中に入れて揚げ物です。あとはチーズの黄金焼きをいつものやつで、今日はそうめんにですね生ウニ乗っけてウニ醤油ってそれをかけて食べるんですけどね、一番今日の仕事はですねわかめなんですけどね、はい、首都高線あるの首都高線出してでさっと火と茹でて、これで水分取って首都の光線をまぶしただけなんだけどね、つまみとしてはすごく美味しいの。わかめの食感とこのあれがね非常に合うんだ。でお刺身焼きを当日の一番ものって貸し行った時に何が一番よう出回ってるかということで、ボタンエビとエビとあれと光もんと白身はタイと。でボタンエビがよく出てたっていうんでボタンエビとこれ富山のつぶ貝。きのこが雑だけがよく入ってきたんでね、さっきの鶏のスープとにカツオを刺しカツオしてひいた全部2つ合わせることを副さ仕立ての濃口の味で、きのこと鴨です。鴨を叩いてちょっと出し洗いしてで片栗つけてさっと炊いた。どういうわけかきのこ鴨なんかはやっぱり醤油の方が合うんですね。それに胡椒、口は胡椒ですね。胡椒のことを昔祝い粉って言いましてね、昔お祝いの時にしか使えなかった、そういったことでめでたい時にだけ使える。これが一番誰もが喜んでくれるニシンナスって昔から関西京都の方は特にニシンとか棒だらとか上手に使うんでね、昔は磨きニシンを戻してねやったんですよ。もう下手すると1週間くらい特に変えてね時間かけて柔らかく静かに戻して、それを合わせだし魚だしですけどねでずっと炊き上げたもの。この黒いところに白いのがいいっていうんで、これ大和芋とじゃがいもの茹でて混ぜたもんだけなんですけど、これに今真のイクラが出回ったんでなんかちょっと秋景色らしいかな。これは塩茹でした緩めですけどね。これはヨーグルトのゼラチンでちょっと固めたものですで、あんまりこれがね柔らかすぎるとあんまり食べた時の食感があれで生クリームのホイップしたものをちょっと混ぜたんですね。それブルーベリーはこれあれバターちょっと入れてちょっとフライパンに入れて、それでポートワインを入れて煮詰めて、でそれに少々のお砂糖を入れてたもんなんですけど、それにそれがサバサバすると面白い、ちょっとわからんくらいの片栗粉をちょっと水溶きして混ぜた。これ混ぜて食べると結構、中にイチゴが入ったりメロンが入ったりブドウが入ったり、それからこの焼き物がですね、この鶏のスープをひいた身なんですけど、皮とかあれ非常にこの間もったいないって言うんでね、蒸しって入れて赤味噌をちょっと入れて当たり棒もちょっと入れて砂糖入れてかき混ぜた。それでこれ要するに僕は鶏味噌っていうんです。
それでもいい。聞いて。ちょっと酒と入れる。桜井さん、津田さんの。ああ、それでいいよ。さっきの血をここか。はい、じゃあここ。